重の求め方と重心についてお話しします。私はこれまで車を作るときに重さを考えていなかったのですが、調べてみると走りにかなり影響が出ることが分かりました。それでは意外と奥深い重さの世界を覗いてみましょう。小タイヤで車を作る上で重さはかなり重要です。車が重いと切り返しが遅くなったり、坂で遅くなったりします。極端に重いと坂を登れなくなったり、最悪平地でも走れなくなります。ちゃんと走る車を作るにはまずパーツの重さがわからないと話になりません。まずは重さの測り方からお伝えします。今回は一例としてこの石板の重さを調べてみます。バネを使った測りで重さを比べてみましょう。バネ2つ、杭、目盛り代わりの武器をこのように組み立てます。バネを伸ばして上に物をつけてやれば重さを比べられます。比較する時の重さの基準にはゾナーギアを使うのがおすすめです。今表示しているのがゾナーギアの重さの一覧です。これと比べれば大体のものの重さがわかるはずです。石板と扇風機を光に取り付けて比べます。扇風機の重さは300ですが、石板の方が重いようです。とりあえず300より重いことが分かりました。扇風機を増やしてみます。今度は釣り合いましたね。この石板の重さは600のようです。このようにゾナーギアとの比較で重さを特定できます。次は車体の重さの上限を調べます。市唐村南西にある傾斜約22度の坂を使って実験します。タイヤを除いた車体の重さが3500を超えるあたりから坂を登るスピードが遅くなりました。もっと急な坂で試せば結果も変わるかもしれませんが、とりあえず車体の重さは3500以下に抑えた方が良さそう。ちょっとオーバーする程度なら扇風機など外部の推進力で補うのもありです。ちなみに平地でも走れなくなるのは2万あたりからです。表や測りを活用し、車体が重すぎないかチェックしましょう。さて、重さについて分かってきたところで重心位置の話に移っていきます。まず重心を低くした方がいいです。これはなんとなくわかると思います。片輪がいたり転倒するのを防止するためですね。次に意識していただきたいのが、前輪にある程度の荷重をかけ、後輪の荷重は少なくすること、つまり重心を前寄りにしてほしいんです。これはドリフト中に曲がりやすくするためです。車体の前寄りに重心があると前輪がしっかり地面に接して、後輪が滑ることで旋回がスムーズになります。重心より少しでも前に重心があればこの効果の恩恵を受けられます。これだけでもかなり曲がりやすさが変わるので、スポーツカーを作るなら前重心を徹底しましょう。一方、後ろに重心があると車は著しく曲がりにくくなります。ドリフトでリアを滑らせたいのに、重さのせいでタイヤが地面に押し付けられて動かないという状況だと思われます。小タイヤにとって曲がりにくいのは致命傷です。もともと曲がりにくいからドリフトで曲げていたというのに、ドリフトでも曲がらなくなります。絶望的です。そんなわけで、とにかくリアを重くするのは避けましょう。もし重くなってしまったら、前側に重りをつければ多少マシになります。少なくとも中央に重心を持ってこられればある程度は曲がるようになります。重心の調整には重さを調べて組み立てるのが一番ですが、サスペンションの縮み具合を見ると、それぞれのタイヤにどれくらいの重量がかかっているか分かります。慣れてきたら目で判断してもいいと思います。今回の内容をまとめます。車体の重さは3500以下に抑える。重心は4つの車輪の中心より前の低い位置。これが理想的な条件となります。注意してほしいのは、これは小タイヤ4輪車の場合の話だということ。三輪車のように前後でタイヤの数が違ったり、摩擦の異なる木の車輪やサス無効化タイヤを使うなら理想の重量配分も変わるでしょう。作りたい車両に合わせてうまく応用してくださいね。はい、最終コーナーです。コミュニティに載せたんですけど、 YouTube でイニディが全話無料で見れたんですよね。その中に前後重量配分がどうこうというセリフがあって、これはティアキンでも意味があるのではと思い、今回調べてみました。実際かなり車の動きに変化があり、面白かったです。今までなぜか曲がらない車ややけに曲がる車があってずっと謎だったんですが、これで理由が分かってすっきりしました。単にカルト
ございました。